世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのリリーです。現在様々な国で戦争やテロなど悲しい問題が起こっています。とある国で起こっている非道な人権侵害の問題も多くの国が批判を表明。様々な制裁を加えることで圧力をかけています。しかし政治的、経済的な理由などから当該の国に直接物申すのは難しいもの。どの国も非難はすれど直接言及ができない状況の中、日本のトップの発言が注目を集めました。今回は世界のリーダーとしての発言が素晴らしいと評価された日本の政治家に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。現在国際的に問題視されている新疆ウイグル自治区人権問題。新疆ウイグル自治区とは中国にある自治区の一つで、イスラム教を信仰するトルコ系住民ウイグル族が暮らす土地のこと。清朝時代に征服されて以来中国の領地となっていますが、たびたび独立運動やテロを起こしており、中国側が武装警察を投入するなど警戒を強めていた地区です。近年そのウイグル地区にテロ対策と称した弾圧が強化され、ウイグル人への迫害が国際問題となっています。現在も100万人を超える人々が職業訓練センターと称した収容所に強制連行され、拷問や洗脳教育など人権を無視する非道な行いが横行していることが判明しています。このような非人道的な弾圧は当然許されるものではなく、中国は国際社会で非難の的。しかし、欧米諸国は国連や中国を非難するものの、中国に対して直接言及はしていません。各国が動けない理由は弾圧ではなくテロ対策であると主張していることや、中国の強大な経済力を恐れて容易に動けないという事情がありました。さらに、ロシアやサウジアラビアや北朝鮮など37カ国もの国が擁護しており、中国に対する制裁に団結して踏み切れないという背景も。そんな中、2019年12月23日、当時の日本の総理大臣だった安倍元首相が中国の習近平国家主席と会談。この際、安倍首相は新疆ウイグル自治区の人権問題について、人権状況に透明性を持った説明をと言及したのです。様々な理由があるとはいえ、多くの国が見て見ぬふりをする中でのこの発言は世界中で称賛されました。中国への直接的な初めての言及だったこともあり、安倍首相を世界のリーダーと称える声を中心に、海外の人々から様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。安倍首相が声を上げたこと、それが正しかったことをいつか歴史が証明するよ。同時に誰が口を閉ざしたかもね。よく言ってくれた。ありがとう日本。こういうことは声を上げることが重要。僕は日本人ほど正しくある国民はいないと思う。国のトップがそれを証明している。他の国は嘘を言ってばかり。日本は圧力に負けずに立ち向かってくれた。イスラム教ではない日本が言ってくれるなんて本当に素晴らしいことだ。政府とはこうあるべきだよ。他の国の対応と言ったらひどいものだ。無視しているのと同じことだもん。やはり国力が強いと中国にも毅然とした対応ができるんだね。国もだけど彼の外交が上手なんだよ。まさしく世界のリーダーにふさわしい振る舞い。安倍さんに感謝。これについては日本が正しいと声を大にして言える。中国政府は即刻ウイグル人への迫害をやめるべき。世界のリーダーたちはこの問題を許してはいけない。皆で力を合わせないといけないことだと思う。中国から踏襲を受けている国は声を上げられないんだよな。良心があるなら
中国の取引をやめるべきだわ。ウイグルのことを思うと心が痛くなる。結局、今の時代最強なのは経済力だ。中国に対抗できる国なんてアメリカと日本くらいでしょ。どうか日本のリーダーに続いてほしい。彼の行動を無駄にしないで。本当に尊敬すべき民族だよ、日本人は。僕は昔から敬意を抱いているんだ。日本人はウイグルの友人、本当にありがとう。あの発言で僕らの未来に光が見えたよ。安倍首相は香港にも言及してくれた。共に立ち上がってくれてありがとう。多くのイスラム教国は日本ほど強大な国じゃないから、口をつぐまざるを得ないのが現実なんだよな。誰だって自国が大事でしょ。それでも人権は世界中の人たちにとっての問題だから、みんなが真剣に考えなきゃいけないことなんじゃないかな。声を上げることをしなければ、近いうちにウイグル人は絶滅してしまう。中国に直接伝えてくれるなんてびっくり。本当はアラブ諸国がまず声を上げるべきなのに。それに比べてカナダ、イギリス、アメリカのリーダーは器が小さすぎる。僕はこれから安倍首相のことを世界のリーダーと呼ぶことにします。こうやって世界的な影響力を持つ人が声を上げないとね。力と勇気を持たない人間に世界は変えられないんだから。声を上げてくれてありがとう。まだまだこの世界も捨てたもんじゃないって思えたよ。以上が海外の人々の反応でした。安倍元首相のリーダーとしての活躍を称えるとともに、深刻な人権問題に対する毅然とした発言が各国を動かす第一声となることを期待する声が多く寄せられていました。しかし、皆さんもご存知のように、安倍元首相は2022年7月8日、奈良県での街頭演説中に銃撃され、命を落としました。他でもない、日本で国の要人が銃撃されたことは、日本国内のみならず、世界中を震撼させた衝撃の出来事。午後5時頃に訃報が伝えられると、すぐさま各国の首相や大統領らが追悼のコメントを発表。安倍さんの政治的手腕や外交でのリーダーシップを褒めたたえるとともに、世界のリーダーを亡くしたと悲しみの声が寄せられていました。9月27日に国葬が営まれましたが、その際にも各国の要人が参列し、その存在がいかに大きかったかがわかります。あまりに突然で衝撃的な出来事だったため、安倍さんの死に未だに複雑な感情を持つ人も多いことでしょう。親しみやすく、時にはジョークを飛ばして場を和ませる、そんな気遣いのお人柄だったと言います。ここではそんな安倍さんの人柄がわかるようなエピソードをご紹介したいと思います。外交に力を入れていた安倍さんは、各国の要人とのコミュニケーションをとても大事にしていました。中でも同盟国であるアメリカの大統領とは親密な関係を構築。特に前大統領であるトランプ氏とはゴルフ外交と呼ばれるくらい、ゴルフを通して親交を深めていき、シンゾー、ドナルドと名前で呼び合うほどの仲に。そのゴルフ外交の際、二人の仲が良好だったことが伺える機会がありました。2019年5月にトランプ氏が来日した際、恒例のゴルフでもてなしていた安倍さん。プレー後にはなんと二人で自撮りした写真をお互いにツイッターに投稿。お二人ともとてもいい笑顔で写っていて、仲の良さがわかる一枚にほっこりする人が続出。首相官邸公式インスタグラムにも、ハッシュタグゴルフ中に一緒に、ハッシュタグセルフィー、ハッシュタグゴルフコーデなどのハッシュタグがついた写真が投稿され、20代の SNS さながらのデコられた投稿が話題となりました。終了後、ゴルフのスコアを聞かれた際に、スコアは国家機密と答えるなど、安倍さんのお茶目な一面が垣間見える出来事でした。また、礼儀正しく教養のある人だったことがわかるこんなエピソードも。2016年に中国で開かれた G20 広州サミット。安倍さんはシェラトン広州湿地公園リゾートに宿泊していましたが、ホテルを去る際に部屋の清掃員に向けて一通のメッセージを残していきました。
感謝。平成28年9月5日、内閣総理大臣、安倍晋三。というシンプルなメッセージでしたが、従業員に対して謝意を示すその行動が素敵ですよね。この出来事は中国でも当時話題となり、礼儀正しい行動に称賛のコメントが寄せられていました。さらに特記すべきは、その字の綺麗さ。達筆なことで知られている安倍さんですが、おそらく去る前にさらっと書いたであろう文字がとてつもなく上手。安倍さんの教養の高さが伺える出来事ですね。世界のリーダーとして長年尽力した安倍さん。不法のニュースに対する海外の人々の反応も悲しみにあふれており、いかに世界で認められていた首相だったのかがわかります。政治的な思想や理念は違っても、日本の世界の平和に尽力した安倍さんの願いを私たち一人一人が少しずつでも受け継いでいくことが、世界で起きている様々な問題への解決の糸口になるかもしれませんね。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。安倍元首相は本当に素晴らしいリーダーだったんですね。あの日、あの訃報をニュースで聞いたとき、本当に衝撃でした。ではまた明日お会いしましょう。